どうも、ベトナムから日本大阪へ一時帰国中のうちです。今日はね、このマグナ50のエンジン、クラッチ側のね、カバーをきれいにしていきたいと思います。これをね、掃除するにあたって、ここら辺の部品は外しておきます。こいつはマグネット、取れましたね。ピンがね、ついてるんですよ。汚れちゃった。これで、抜けるんだね。で、これを抜いて、ここはね、もう最初からショックドライバー使うのがいいと思います。そうしないとね、そうしないとネジ山が潰れるんだ。閉める、開ける。OK やね。別に固く閉まってはなかったですね。ちょっと錆びてます。ここも錆びてるな。水が入ったんだろうな。オイルシールはね、残しておきます。このオイルシールね、外さないんですけど、ちょっと洗剤使うんでね、念のためこんな感じでテープで貼っておきます。それであとはこいつを取るんだ。で、まずはね、これ油汚れがあるんですよ。まあひどいってことでもないんですけどね、ちょっとあるだけなんだけども、これは拭いても取れるんだろうな。拭くだけで、まあ簡単に取れますね。そこそこ簡単に取れるんですけどね、一回ちょっと水洗いをしていきたいんで、こんなの使っていいのかどうかわかんないんですけどね、マジックリン、油汚れに使えるみたいで、随分古いんだと思うんですけどね、一旦これを拭いて、水洗いしてきます。5分ほど置くと効果的なんですね。ちょっと置いときます。もうちょい拭いとくかな。これね、5分ほど放置してあんまり油が浮いてきた感じはないんですけどね、とりあえずこれで水洗いしてきます。これね、水洗いしてきました。油汚れはね、かなり綺麗に取れました。それでこのカバーがね、上が塗装が剥がれてるんですよ。で、そもそもこの塗装がね、純正なのか、なんか磨いた跡があるんで、磨いた後にね、クリアを塗ったのか、もしくはね、マグナ50がそういう仕様なのかはちょっとわからないんですけども、この上に塗ってある塗料らしきものをね、剥離したいと思うんですよ。で、剥離するにあたって、この邪魔なステッカーは取っちゃいましょう。とりあえずね、ステッカーは剥がせました。これね、剥離剤使って塗装を剥ごうと思ってるんで、ホームセンターで買ってきました。強力っては書いてあるんだけども、刺激の少ない非塩素系で、裏にね、焼き付け塗料や、二液反応塗料では種類により剥がせない塗膜がありますってあるんで、これが純正だった場合ね、二液性だと思うんで、ちょっと剥がせるかどうかわかんないんですけどね、まあまあやっていきたいと思います。一応別の容器に取ろうかね。そうだ、刺激が少ないとはいえ手袋はめよう。ハケでね、塗っていきます。
とこれ塗ってみたんですけどね、剥がれそうな感じじゃないですね。アルマイトかなんかなのかな。本当はね、反応させるためにラップかぶせようとか思ってたんだけども、全然反応してないんで、こいつはどうしようかな。これを磨いて落とすのは大変なんだ。困っちゃいましたよ。全然反応しないもんね。これは失敗かい？これしばらく置いてたんですけどね、全然剥がれないですね。塗膜じゃないのか？アルマイト？こうやれば剥がれるけど、どっちにしてもダメですね。どうしよっかな。これは地道に磨くというか、手磨きでこれを剥ぐのは無理だろうな。失敗だよ。とりあえずね、もう一回洗ってきます。私は焦りすぎですね。下の方ね、ちゃんと浮いてきました。なんでちゃんと剥がれるんでね、なんだっけ、混乱してます。剥離剤塗ってね、上からラップをかけてしばらく放置します。これなぜか横側しかね、塗装は浮いてこなくって、上はねなんか変わらないんですけど、とりあえず乾燥防止でねラップをかぶせて放置しておきます。こうしないとね、長く放置するとまた塗料が固まっちゃうんですよ。こうやっておけば30分ぐらい置いてもいいと思うんだな。ちょっと置いてみます。これ20分ほど置いてたらね、ちゃんと塗膜が浮いてきました。疑っちゃダメですね。これじゃ映らんか。ラップを全部こっちにくっついていった。こんな感じでね、ちゃんと塗膜が浮いてくれました。じゃあこいつはね、拭き掃除をして水洗いいいね。拭き掃除をしてね、水洗いしてきます。これね、水洗いして塗膜はほとんど取れました。で、クランクケース磨いた時と同様にね、この万能クリーナーで磨いていこうと思うんですけども、これですね。焦げ取りシート。これをね、クランクケースで使った時に傷がちょっとついちゃったんですが、この上のもともと塗料が剥げてたところ、塗装が剥げてたところは、これにね、万能クリーナーをつけてもいいような気がするんだな。ちょっとここで試すかい？カメラじゃうまく映んないかな。ちょっと擦り傷はつくんだけども、これをしないとここのね、荒れた面が綺麗にならないと思うんですよ。まあサンドペーパー使った方がね、綺麗にはなるんでしょうけど、ちょっとこれでね、磨いてみます。ここでやってみるかな。
ちょっと荒すぎるかい？いけるんじゃないのかな。ね、案外なんだろうな、塗装が剥げてたところはね、腐食してるのかデコボコしてるんですよ。なんでこれ使ってね、万能クリーナーで磨いてっちゃいます。一回拭いてみようかな。こんな感じでね、綺麗になってきました。さて、他の綺麗な場所は何で磨くかなんだけどね。とりあえず剥げてた場所はこれを使っちゃおう。今磨いたところがね、こんな感じで、擦り傷はついて、もともとのね、この塗装剥いだだけのところ、こっちの傷よりね、こっちの方が粗いといえば粗いんだけども、もうね、全部これで磨いていくことにしました。それでその後ね、どこまで綺麗にできるかってのがあるんだけども、こいつ柔らかいから使いやすいんですよ。サンドペーパーだとね、細かいところが磨けないんで、もう全部これでやっていきます。今まだね、磨いてる最中ですが、磨いていくとね、塗膜の残ってるところが見えてくるんですよ。もうね、こうやって彫刻刀で削っちゃいます。本当はね、2回ぐらい剥離剤でね、取っていけばよかったんでしょうけど、こんなことするとちょっと傷つくんだけどね、上からこすれば消せると思います。あとここやね、ここは取りにくいな。こんなもんでいいと思うんだよな。ここのね、下地処理ってかなり肝心で、ここをきっちりやってないとね、この後細かいので磨いていっても部分的なね、あれだったり汚れが見えちゃうんですけど、私はね、そんなにこういうのを根気よくやるタイプでもないんで、ざっくりパッと見綺麗になってればね、もう十分なんで、これでやめちゃおうかな。やめるっていうかね、まだこの万能クリーナー使ってはいくんですが、次はね、この布で、クリーナーつけてやっていきたいと思いますね。今拭いただけでもこんな感じで綺麗になって、細かいところにね、あれっていうのかな、腐食した部分が残ってるんだけど、もう次の段階に行っちゃいます。同じく万能クリーナーね、これを布につけて、例えば一番汚れてるというか腐食してるところ、ここですけど、もう磨いてもそれなりに消えるんじゃないかい？ね、今重点的にやってこんな感じになりました。だからね、これで十分ですよ。引き続き頑張って磨いていきます。ちなみにね、これは30分ぐらいかな。そうですね、30分やってました。だから今度は布でね、
また30分ぐらいやればかなり綺麗になると思います。これね、万能クリーナー使って、布でね1時間ぐらい頑張って磨きました。要はクレンザーなんでね、かなり擦り傷はある感じなんですけど、そこそこね綺麗になったんで、拭き取ってからねちょっと水洗いしようと思いますね。今ちょっと軽く拭きましたけど、こんな感じでね、表面じゃないけど十分だと思います。細かいところはねあまり一生懸命磨いてません。じゃあね、水洗いしてきます。これね、拭き上げてから水洗いしてきました。かなりね磨き傷が残った状態なんですけども、私はね日本側でメタルポリッシュとかね、ピカールみたいな綺麗にするやつ持ってないんで、もうこれでね OK にしちゃいます。そこそこ綺麗だと思います。いろいろね塗料が残ってるとこだったり、腐食のね点々はついてるけど、パッと見た目問題ないと思うんでね、これで終わりにします。それでこの部品をね組んでいくんだけども、これはゴムの部品があるんで、やっぱりシリコングリースがいいと思うんだよね。どうなんでしょうね。シリコングリースを塗ったくって、はめ込んでいきます。この穴にもここも塗っときましょうかね。今回このオイルシールはねついてたものをそのまま使うつもりです。ここもねもし、オイル漏れした場合でも交換はねそんなに難しくないんで、これでいけるよね。で順番がどうなるんだと、この部品は後ろ側からだから、これが一番先か。これがついてこうやんね。これもね掃除して錆止め剤は塗っておきました。ここはおっきな違うじゃん、ネジ間違えてるし、もうここはおっきいやつですよ。でここもシリコングリースじゃなくていいんだろうけどな、もうシリコングリースにしよう。ちょろっと塗って当たり面やね。ここが当たるのか。当たり面はここでした。でスプリングがこの向きで穴がこうはまれば出てきちゃう。でこのピン一番入ったこれでね OK なんだ。一応上下同じ向きに戻しましょうかね。
これで出来上がりじゃないのね。裏側これははめるだけで固定はできるんだよね。ここもね、一応シリコングリスはあんま塗らん方がいいのかな。オイルツールあるからね。ちょっとだけにしとこう。でレバーを上げるとこれで動くんだ。ピッとね、クラッチを切る機能です。これを閉めて、あとは取り付けるだけ。それではね、これ取り付けていくんですが、ここの部品忘れてないし、ノックピンが2つあってフィルターもあると。こいつはキックペダルがないんでね、ここの部品はないし、そうそう、話変わってね、私これクラッチ最初は容量の多いオイルポンプつけようと思ってね、このネジを変えなきゃいけないなんて言ってたんですが、多分変えなきゃいけないのはこっちですね。当たるかどうかもわからないんですが、ポンプがね高くなる分こっち側と当たる可能性があるんでね、確か日本での強化オイルポンプはここが薄い厚みのないね、ボルトがついてたと思います。まあまあそれは今は関係ないことなんで。でガスケットだ。またここもねグリースを塗ってつけていくんですが、このクラッチ側はね今後なんだっけ、ボアアップする時とかにねもう一回外す可能性があるんで、これ新品じゃないんですよ。エンジンをね譲ってもらった時にこれについてたガスケットだと思うんですけどね、綺麗に剥がれてたやつをもらってるんで、今回はねこのガスケットを戻しちゃいます。これを塗って取り付けておけば、まあ次ね簡単に外せるし、まあまあ多分エンジンをかけずにねまた開けることになる気はします。ずれた。こうじゃん、ちょっと塗りすぎてるね。まあまあ OK でしょう。それじゃあね、この部品裏に向けても落ちないはずっていうか落ちてないんでね、これではめたら終わりじゃん。でボルトはちゃんと位置が分かるようにしてあるんでね、この場所をね同じ場所に戻していきます。仮締めしたんでね、またこれも、中心に近いところから本締め。OK。とりあえずね今日はここで終わりにします。それではまた。